まもなくペースカーが外れます。ペースカーがピットに入りました。さあペースカーが外れてグリーンフラッグが振られました。400マイルのレースがスタートしました。アトランタモータースピードウェイ第2戦になります。最初はグリッドオーダー通りに進んでいます。ラップ1、インレーンには今オースティン・シンドリック、そしてジョシュ・ベイリー、トッド・ギリーランド、そしてアウトレーンはライアン・ブレイニー、ジョーイ・ロガーのカイル・ブッシュが続いています。デイトナは 2.5 マイル、ここは1マイル短い 1.5 マイルオーバルになります。さあステージ1を制するのは今ジョシュ・ベリーがステージ1勝ちました。そしてオースティン・シンドリック、ウィリアム・バイロン、トップから順番に10位までが得点10点、9点、8点というふうに与えられます。失礼しました。これが最後60周目になります。ジョシュ・ベリーがトップを走っていまして、さあその下からウィリアム・バイロンが出てまいりました。オースティン・シンドリックと並んだサイドバイサイドになったオースティン・シンドリックが前に出ますが、ジョシュ・ベリーが勝ちました。オースティン・シンドリックが第2位でウィリアム・バイロンが第3位、バッバ・ワレスが第4位です。そしてここでイエローが出ています。今画面左のグラフィックが一瞬黄色になりました。上下も黄色になっています。どこかでアクシデントがありまして、今のはステージ1が終わったのでということですね。交渉です。はい、サイドドラフトというのもありますので、そこも含めてですね、この今回のアトランタなのかは、ここでイエローが出ました。イエローコーションです。10号車タイ・ディロンです。コーリグスポーツのタイ・ディロン、これは単独のスピンですか？ですかね。アウトサイド当たってますね。10号車タイ・ディロン、ここでイエローコーション、追い抜き禁止になりまして、各マシーンは決められた速度で走っていくことになります。さあこうなりますと、ここで第2ステージは100周ありますので、必ずピットインが発生します。ですからこのコーション中にピットに入る方がいいのか、そのままステイアウトして順位上げる方がいいのか、この辺りがまた戦略の一つになるわけですね。そうですね。ただイエローが出てすぐにはピットに入ってはいけない、ピットオープンにはならないですよね。さあタイ・ディロン、スポンサーがシーベスト、シーフードのデリバリーの会社ですかね。今日のレースだけど初めてのコーションですね、これが。そうですよね。ファーストステージは全く出ませんでした。さあそれがもう時点で回ってますね。そしてなんか破片がコース上に落ちてます。バンクがきついので、おそらくサイドスカートという車の底が擦れてると思うんですけど、多分なんか右のリアサイドが壊れたんじゃないですかね。今なんか漏れてるようにも見える黒い線、あれはねタイヤ跡ですね。あれはタイヤ跡なんですか？で今これレッカー車で連れて行かれてしまうと、表側じゃなくて裏側のガレージに連れて行かれてしまうので、なんとか今自分で自力で戻ろうとあがいちゃってたんですがダメでしたね。なるほど。3ワイドが見られます。イエローです。後ろの方で白煙上がっています。エリック・ジョーンズですね。左リアタイヤがフラットアウトしちゃいましたね。いわゆるパンクですよね。これによってスピンをしていましたが、他にのマシンへの影響はなさそうな感じです。そうですね。さあその VTR リプレイが出るはずですが、43号車注目してください。さあそんなことはないですね。当たってますね。
そしてインサイドウォールにヒットして、ウォールに当たってからバーストしたのは最後でしたね。そうですね。クリス・ブッシャーに当てられた形ですね。はい。今このスピンした時にルーフの、はい、フラップが開いて、はい、あれが減速だったり、要は宙に浮かないような、はい、サポートをしてますね。さあもう一度。エリック・ジョーンズのアクシデントによりましてイエローコーションです。さあもう一度見ますが、スピン仕掛けたところにクリス・ブッシャーがさらに押した形でこう反時計回りに回っていく感じでしょうか。そしてクリス・ブッシャーのマシンへの影響はどうでしょうか。クリス・ブッシャーはそこまでないと思いますね。あれぐらいだったら、はい、今この角度で見てるとこう前の車に吸い込まれていくっていうのは見れますよね。当たった。そのチェイス・エリオットが今ウォールにヒットして、さらに後ろを巻き込んでいく。カイル・ブッシュが今ダメージを受けたでしょうか。もともとは、はい、リッキー・ステンハウス選手がルースになったのが原因でしたね。ブラッド・ケセロウスキーもダメージを受けています。完全巻き込まれちゃいましたね。さあ自走することはできるようですが、チェイス・エリオット、この後おそらくリプレイが出ます。コーリー・ラジョイも巻き込まれています。コーリー・ラジョイはデイトナまでだったんですけど、はい、デイトナの結果が良かったんで、今回のアトランタはとりあえずお試しで出てる。なるほど。ということはすっごい頑張らなきゃいけないんですよ。彼にとっては非常に重要なわけですよね。そうなんです。でチームオーナーの息子さんのコーディ・ウェアがチームメイトで、本来だったら1台体制なんで、2人でシェアする予定だったから、さあ3ワイドになっているところだ。当たったんですね。先にチェイス・ブリスコットがちょっとルースになって、リッキー・ステンハウスに当たった。はい、リッキー・ステンハウスは今これ分かりますかね。この黄色い車左にその後ろです。その後ろですね。これはもうそれが終わった後の話でしたね。今ね、いっぺん左に行ってハイラインにぐんと流れてヒットした形に見えました。さあこれはブラッド・ケセロウスキーですが、完全なもらい事故になります。これはさすがに避けきれないでしょうね。あれでは避けきれないですね。はい。さあそのコックピットカメラ、なかなかの衝撃。今視線を左にやったりしてるの、あれは何を見てるんですか。今は何見てるっていうよりも車来ないでくれよって感じですね。なるほど。今この映像だとよくわかりますね。今リッキー・ステンハウスにヒットされてウォールにヒットしたチェイス・エリオット、スピンしてどうにもなんないですね。ケセロウスキーがそれに巻き込まれた形です。
さあ押していく、プッシュする。さあ残りあと1周になりました。第2ステージ制するのは誰か。現在トップはアレックス・バウマン、その後ろにジョイ・ロガーノ、外からカイル・ラーソン。さあロガーノがインに降りた、3ワイドになった。カイル・ラーソンが前に出た。カイル・ラーソンがリードを広げる。ジョイ・ロガーノがくっつく。バウマンは落ちた。ステージ2、勝者はカイル・ラーソン。カイル・ラーソンってあまりハイスピードのコースってそんなに得意としてないですよね。でもまあ、どこでも速いですよどこでも速いっていうのと、カイル・ラーソンは仕掛けるのがね速いんですけど、まあ仕掛けるのが速い分クラッシュも多いんですけど、やっぱこういう展開で前に出るっていう、まあ、力強さはありますよね。やはりトラックによってナスカーの場合はレースコースとか言わずにトラックと言いますけど、トラックによっては得意不得意ってあると思います。それはダニエル・スアレスはだいぶダメージを受けています。イエローコーションです。メキシコ人ドライバーのダニエル・スアレス、トラックハウスレーシング。そしてタイ・ギブスもここでこの状況ではリタイアせざるを得ないかもしれません。そして41番のコール・カスター、さらには4番のノア・グラーグソン。なかなかのハードヒットでしたね。そして今シェーン・バンギスバーゲンを映っていました。シェーン・バンギスバーゲンもトラックハウスはですからニュージーランドのドライバーとメキシコのドライバーを抱えています。イエローでの今周回になります。 JJ イエリーが44号車、タイ・ギブスですが、無理やりちょっと自走してとにかくピット戻ろうとしています。まずここの時点でもピットに戻った方がリタイの中では上に来るんで、そこもあると思いますね。今はここでレースが終わったとしてもピットまで戻ったことによってということですね。さあ挟まれちゃったんですね。でさらに後ろのこの辺りはもう完全に巻き込まれた形になりますが、今のは誰が悪いとかそういう感じでもないですよね。そうですね。ちょっとスアレス選手がルース気味、ちょっと滑ってたかなって感じです。ここで。でもどうかな。タイ・ギブス選手のポジション取りも悪かったって悪かったですけど、なんとも言えないです。今のところはどっちかっていうと、その近づきすぎちゃったドラフティング、その前の車と吸われて車ちょっと近づいちゃったのかなっていうぐらいですね。この99号車、その後ろ54号車、選手がそこで入らなくてもっていうところでしたね。ここですよね。無理にスペースに割って入っています。ただタイ・ギブス選手もスアレス選手がちょっとルースでスローダウンしたんで、逃げるしかなかったのかなっていう2つの要因はありましたね。今は、そしてこの JJ イエリーなんかはもう目の前に急に出てきてしまったので、止まることができませんでした。その後ろに BJ マクレオドも映っていました。今の感じ、その当たる前の感じ見てると、これタイ・ギブス選手のキッカーですけど、イン側に行かなきゃいけないっていうよりもちょっと車がルースで、インに入っちゃった感じでしたね。今のステアリングの動きを見てると。さあこれは何台ぐらい巻き込まれましたかね。
そうなりますと戦略的にここではピットを発生するかどうか、ピットを取るかどうか。画面の左ボード、こちら巻き込まれた台数ですね、7台です。184周目のアクシデントでした。トヨタ車というとその2311以外に、ジョー・ギブスレーシングの方がイエローが出てますね。さあ何が起きたんでしょうか。さあこの3ワイド、チェイス・ブリスコーが今ウォールにヒットしました。そして降りてきてここでクリス・ブッシャーを押し出して、そのブッシャーにバウマンが当たりました。今チェイス・ブリスコーはどうしたんでしょうね、これね。チェイス・ブリスコーがルースで壁に当たって、戻って、要はスローダウンしちゃってるんで、そこでもう逃げ場がなかった感じですよね、クリス・ブッシャーは。でその事故を引き起こしたブッシャーはまだここで走行続いていると。ただマシーンの挙動としてはあまりよくありません。チェイス・ブリスコー、そうですね、が当たっちゃった。壁に当たって降りてきて挟まれた形でブッシャーがここでスピンします。で巻き込まれたのが48号車アレックス・バウマンでイエローになりました。さあもう一度そしてアトランタモータースピードウェイ上空が日が暮れてまいりました。これタイギブスですよね。タイギブスですね。単独でしたもんね。そうですよね。先ほどダメージ受けて、ピットまで自走してその出てったんですが、やはりマシンがきちっと、できていなかったというふうに考えていいですかね。そうだ。チーム自体が解散しちゃって、もう結構滑り込みでカップが決まったんで、もう本当にもうここの順位を走ってるっていうのは、もう素晴らしいですね。そしてライアン・ブレイニーが今スピンしていますがイエローになりました。今先頭に目を奪われていて、ライアン・ブレイニーが何が起きたかちょっと分からなかったんですが、この後リプレイがおそらく出ます。マシンへのダメージはどうでしょうか。今フロントスポイラーかなり吸ってたので、ダメージありそうですね。今のはどうしてもこうアトランタバンクがきついので、今みたいにスピンしてコースの下の方に降りてくると、そのバンクとピットロードの角度の差で、左の前の、が壊れちゃうんですよね。バンク角はターンの部分で28度あります。さあ見てみましょう。12号車、今黄色の車の隣にあります。ここでちょっと下がってって後ろからプッシュされてスピンしていますが、カーソン・ホーセバーがプッシュした形です。今のは本賀さんから見てどのように映りますか。今は、もうどっちかというとホーセバーが行き場がなくて押しちゃってますよね。
今ちょっとブレイニーがイン側に寄りすぎちゃってホワイトラウンに乗ったところで失速してましたよね、一瞬。ここでプッシュして、ブレイニー選手からすれば押されたと思ってますよね。感覚としては間違いなくそうですよね。オースティン・シンドリックの後ろにつきまして、クリストファー・ベルが今見た目では4番目に下がりました。ただこのゴールラインからのクリストファー・ベル速いですよね。速いですね。さあそして上に上がっていってサイドバイサイドになりましたが、クラッシュはありません。残り3周、後ろは3ワイド。さあレースは進んでいきます。残りが3周です。 1.5 マイルオーバル。壁にヒットした。なんとかだ、イエロー、ここで出ました。トップ争いに大きな変化が出ています。オースティン・シンドリック、もったいない。ずっとシンドリックは今日のレース引っ張ってきてるのに、もったいないですね。そして巻き込まれたのがウィリアム・バイロン。ティームペンスキーのオースティン・シンドリック。さあこのイエローによりまして残り3周になっていたところでのイエローで、この後、イエローでの周回が続いてリスタートなんですが、3周でリスタートはできないですよね。そうですね。そうなるといわゆるオーバータイム。オーバータイム、ホワイトグリーンチェッカー、ホワイトが出てグリーンチェッカーなのか。さあ今の見てみますと、もったいなかったですね。ここでカイル・ラーソンの右のテールに多少ヒットしてるんですかね。シンドリックは逃げ場がなかった感じでしょうね。あそこでもうガスペダル、アクセルを戻してしまったら、トップ争いでいけないということで、アウトラインで踏み続けるしかなかったですね、今は。そうなるとそこはもう運を天に任せてみたいな感じなんですかね。さあもう一度見てみましょう。このようにカイル・ラーソンが上がってきます。行き場がなくなった、壁にヒットした、そしてウィリアム・バイロンを巻き込んだ。これによってイエロー、残り3周で出ましたので、さあもう一度そのルール確認しますが、ここでイエローコーション、つまり、アンダーイエローでの周回が続きますので、260周経ったところでまだイエローだった場合はレースが終わらずにオーバータイムになります。でその後リスタートまで続いて、リスタートした後残りあれですね、1周ではなく2周するんですよね。そうですね。さあリスタート近づいてまいりました。カイル・ラーソン、ロス・チャステイン、クリストファー・ベル、リスタート残り2周です。先ほどありましたようにカイル・ラーソンはハイスピードオーバルではあまりいい結果が出ていませんが、現在は第2位にいます。今回は勝つチャンスです。ロス・チャステインがインサイド、さあかなり前の方は接近しています。押してますね。さあここからが勝負です。オーバータイムに入っています。ホースバーが出てまいりました。ホースバーが割って入りまして、今カイル・ラーソンの後ろ3台並んでいるミドルレーンを走っています。ただ外からロス・チャステインが出まして、ホワイトフラッグが振られました。残り1周です。グリーン、ホワイト、残るはチェッカーフラッグ。さあそのチェッカーフラッグ最初に受けるのは誰か。カイル・ラーソン、クリストファー・ベル、サイドバイサイド、後ろからホースバーがベルを押した。ベルをプッシュした。そしてスペースを作ってそこにホースバーが割り込んだ。イエローが出ました。さあそして先頭は3ワイド、
21番ジョシュ・ベリーがスピンしていますが、今フィニッシュしまして、勝ったのはクリストファー・ベル、通算10勝目。いや、古賀さん、これはなかなか最後見どころの多いそうですねレースですね。また見方をちょっと説明しなきゃいけない部分もありますね。イエローコーションが入った時点の順位ですよね。コーションライトがついた瞬間の順位ですね。でここでついてるんで、イエローがついた瞬間にベルが1番前、でホーセバーが2番、ホワイトフラッグが振られた後にイエローが出た場合にはそのようなことになるんですね。20号車クリストファー・ベル、ジョー・ギブスレーシングトヨタ車、今回予選ではトヨタは非常に苦しんでいたんですが、勝ったのがトヨタですね。もう最後の最後で来ましたね。今年はホーセバーがいろいろ暴れてくれそうですよね。ホーセバーまだ22歳です。Christopher Bell celebrating the win here at Atlanta. First Toyota win in Atlanta since 2013. ラウンド2第2戦を制したのはクリストファー・ベルでした。小川さん、今日のこのレース振り返っていかがでしたか？そうですね、序盤はすごくクリーンなレースだったのが、最後は本当にナスカーらしく、ナスカーの魅力出てましたね。出てましたね。アグレッシブにいってましたね。そして今優勝カップの中に桃が盛られていますが、ジョージア州はピーチステートという別名を持ってますね。